皆さん、明けましておめでとうございます。あかね的日本語教室のあかねです。今年もよろしくお願いします。この動画には15言語の字幕があります。文字起こし機能を使うと日本語と一緒に2言語見ることができるので、ぜひこちらの機能も使ってみてください。もう2026年になりましたね。早い。私の今年の目標の一つは、今年も皆さんの役に立つような日本語のコンテンツを作ることです。ぜひ YouTube や Podcast フォローしてもらえたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんは何か目標がありますか？新年の目標。特に日本語の目標はありますか？最近、初級から中級になるためにはどうすればいいですか？っていうコメントをよくもらいます。今日のテーマは、日本語の初級から中級にレベルアップするための3つのコツを紹介したいと思います。1つ目は、インプットの量を増やすことです。好きな音楽、アニメ、ドラマ、YouTube、ポッドキャスト、何でもいいので聞いてみてください。普段使っているテキストから冒険してみるのが大事です。5分でも10分でもいいので、できれば毎日聞いてみてください。ここでポイントがあります。全部聞き取れる必要はありません。大事なのは、皆さんが勉強した単語や文法が出てきた時に聞いてすぐに意味がわかることです。これが大事です。まだ勉強していない単語や文法は聞き取れるはずがありません。だから聞き取れなくていいです。勉強した単語、文法が出てきた時に聞いてすぐにわかる。これが大事になります。もちろんすぐにできなくても大丈夫です。何回も繰り返し聞いてみて聞き取れるようになったら、もうその単語や文法は定着しています。もし時間があれば聞いて一緒に発音してみるのもおすすめです。ぜひやってみてください。次、2つ目です。勇気を出してアウトプットするです。多くの人、特に初級の人は、間違えたらどうしようとか、あなたの日本語は間違っていると強く否定されるのではないかと不安に思っている人が多いと思います。わかりますよ、その気持ち。私も今でも外国語を話すときはすごく緊張するし不安です。でもやっぱりアウトプットしないと、本当に自分がその単語の使い方や文法の使い方を理解しているかどうかはわからないと思うんですよね。やっぱりインプットだけではなくてアウトプットも大事になると思います。大切なのは最初の一歩を踏み出す勇気を持つことです。間違えて批判されたり、強く否定されることを心配せずに話してみたいなら、iTalki という語学学習プラットフォームがおすすめです。今回は初級の人でも安心して話すことができる iTalki というオンライン語学学習プラットフォームを紹介します。iTalki は実際の教師による一人一人のレベルに合わせた1対1のレッスンを提供する語学学習プラットフォームです。iTalki は自分の好きな時間に好きな場所でレッスンを受けることができるので、毎月決まった金額を払う必要はありません。例えば今週は時間があるから2回レッスンを受けます。
でも来週は忙しいから1回も受けることができません。このように自分でスケジュールを管理することができるので、忙しい人にもおすすめです。iTalki では皆さんのレベルやニーズに合った先生を簡単に見つけることができたり、皆さんの母語で教えてくれる先生を見つけることもできます。iTalki には先生がたくさんいるので、相性がいい先生が見つけられると思います。熱心で優しい先生がたくさんいるので、初級の人でも心配せずにレッスンを受けることができると思います。私は4年前から iTalki で日本語の会話を教えたり、自分自身も生徒として中国語や英語のレッスンを受けています。今回は中国語のレッスンを受けてみました。你好，阿卡内桑。カナ老師您好。你好，现在已经是12月了。那我想问一下，在新的一年里，你有什么新的目标吗？好，明年的目标吗对，是的。？OK，语言的方面，我想要提高英语口语。OK，那关于提高英语口语的这个目标，你有什么一些具体的计划吗我的计划是每天尽量背？OK，2个英文单词，还有每天看至少5分钟看英文的新闻。是的，我也觉得语言的目标不可能马上达到一个非常大的变化，所以我们需要慢慢来，而且每天一小步的努力是非常非常重要的，对不对？对，这个是非常重要的。但是我觉得好多人不能每天只是学习，老师觉得呢？我同意，因为有的学生可能会说：“OK，老师，我每天用3个小时学习中文，可不可以？”我说：“如果你有这样的时间，你可以这样做。但是我觉得，如果你每天3个小时学习中文，其实很难坚持，对不对？”那位的学生如果在公司上班的话，怎么可能花3个小時的時間呢？对，是的，这就是我。あなたも iTalki でリアルな会話から日本語を勉強してみませんか？レッスンの予約はとても簡単です。レッスンを予約するを押して、レッスンのタイプを選びます。スケジュールを選びます。今回は12月15日10時にしました。確定するを押せば予約完了です。iTalki では日本語だけじゃなくて150以上の言語を学ぶことができます。今回初めて iTalki でレッスンを受ける人は特別なクーポンを使うことができます。この動画の概要欄にあるプロモーションコード、あかね2026 AKANE2026 を入力して10ドル購入すると、最初のレッスンであなたは5ドルもらうことができます。先着50名が使えるクーポンなので、すぐに概要欄をチェックしてください。最後、3つ目は継続できるように習慣化することです。多くの人が中級になる前に諦めてしまうその原因は、能力がないからではなくて続けることができないからだと思います。わかりますよ。皆さん本当に忙しいと思います。忙しい中勉強している人が多いと思います。でももし本当にレベルアップしたいなら、日本語の勉強を習慣化することが大事だと思います。例えばお昼ご飯を食べているときに、昨日勉強した日本語の単語を5つ思い出してみるとか、電車に乗るときは必ず日本語のポッドキャストを聞くとか、
毎日することと一緒に日本語の勉強を合わせてできるのが理想だと思います。この方法は特に忙しくて30分とか1時間机で勉強する時間がないという人におすすめです。もし時間があれば1週間に30分でもいいので、今日紹介したiTalkiで日本語を話すのもおすすめです。アウトプットする時間を作るのも本当におすすめです。自分が学んだ単語や文法を使って話して、相手がそれを理解してくれた時に自分の成長をすごく感じることができると思います。自分の成長を感じることができると前向きな気持ちになって続けられると思います。他の誰かと比べるのではなくて、過去の自分と今の自分を比べてみてください。例えば1年前、2年前って皆さんもしかしたらひらがなも読めなかったかもしれませんよね。でも今この私の動画を見てるということは多分ひらがなも読めるようになった。そしてもしかしたら 30% かもしれないし 50% かもしれないけど、今私が話してること理解している人も多いと思います。でももしかしたら1年前、2年前は私が動画で話していることは理解できなかったかもしれませんよね。このように過去の自分はこのぐらいできた。でも今の自分はもっとできるようになった。これを知ることはすごくいいことだと思うので、皆さんぜひやってみてください。はい、今日は日本語の初級から中級にレベルアップするための3つのコツを紹介してみました。もちろん他にもたくさんいろいろなコツがあると思います。皆さん自分の生活スタイルや環境に合わせてぜひ日本語の勉強を続けてみてください。そして今日紹介したiTalki、この動画の概要欄にリンク、そしてクーポンコードがありますので、ぜひダウンロードして使ってみてください。はい、それでは皆さん2026年も一緒に頑張りましょう。私も今年仕事も外国語の勉強も皆さんに負けないように頑張りたいと思います。では今日の動画はここまでにします。また来週お会いしましょう。バイバーイ。今年もよろしく。